通勤通学中の皆様おはようございます。プクタの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、海外でも大変人気のあります日本人が原作の漫画が、いわゆるね、LGBT マフィアたちから攻撃の的になってしまっているという話題になります。こちらですね、昨年の12月から様々な騒動というのが上がっていたんですが、今年に入りましてね、また新たな火種が勃発したということで、現在海外ではですね、これが大きな騒動になってしまっているんですね。なんと、キャラクターではね、よくある話になりますが、原作者本人の性自認まで勝手に設定され、それが既成事実化されてしまっているというんです。本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、今回ですね、海外でもね、大変人気のあります漫画、ガチアクタ。こちらがですね、海外のファンから、正確に言いますと、このファンの一部ですね、いわゆる LGBT マフィアと呼ばれるような界隈から、これ LGBT コミュニティ全体のことじゃないですからね、この中にいる一部の活動家から攻撃されているというんですね。で、これ調べていきますとですね、かなりひどいことになっておりまして、昨年末にはですね、この舞台版の公式がですね、声明を出し、釈明するという事態に発展しました。じゃあちょっとね、早速こちら見えておりますので、この舞台版の騒動からね、まず順を追って見ていきたいと思います。で、こちらね、スポニチさんの方から記事出ておりますので、ちょっとね、こちらで概要を見ていきますね。舞台ガチアクタが声明。海外ファンの表現、キャストをめぐる意見に差別する意図は一切ございません。浦名圭氏による人気漫画、ガチアクタの舞台公式サイトが27日に更新され、企画における一部表現についてと題した声明を発表。一部表現やキャスティングをめぐる意見に対して、人種や民族、文化を差別、軽視する意図は一切ございませんと強調した。同じ声明を英語でも発表した。同舞台をめぐっては、一部海外のファンが SNS 上で肌の色が黒いキャラクターに黒人俳優がキャスティングされなかったことに対する批判を展開。X には海外ユーザーによる意図的じゃない人種差別のやっぱり人種差別、黒人俳優をキャスティングしなかったのかなどの意見が書き込まれていた。で、まずですね、この漫画が一体何なのかというのがね、わからない方いらっしゃるかもしれないんで、まずこちらね、概要を見ていきますね。ガチアクタは浦名圭による日本の漫画、週刊少年マガジンにて2022年12号から連載中。犯罪者の子孫たちが暮らすスラム街に生まれた孤児の少年、ルドを主人公にしたバトルアクション。安藤秀吉がグラフィックデザインを担当している。ということで、この漫画はね、少年マガジンに連載されている、海外でもね、大変人気のある漫画と、そしてこちら原作者になりますが、浦名圭さん、そしてここね、日本の漫画家とあります。こちらね、アニメートのプロフィールを見ますと、こちらね、女性と、このようになっています。そしてですね、昨年の12月にね、大変燃えましたのがこちら、舞台ガチアクタ。ちょうどね、ここ中央にいます。この2人がね、問題になったようですね。それがね、こちらにあるんですが、ここにいますね。この2人です。これをね、なんで黒人が演じていないんだということで、燃やされたというんですよ。で、まさにね、それがこちらのキャラクターになりますが、正直、浦名がちゃんと黒人キャラクターを出しているのは評価したいと。つまりはこれが黒人キャラクターなんだと言ってるわけですね。でね、このリプランを見ますと、これに賛同していると。そしてここではね、これに賛同しまして、私たちはね、浦名のおかげですごく恵まれてるんだと。このように言われているんですね。そして同じくレディットになりますが、こちらを見ていただくとね、この空気感というのがよくわかるんじゃないかなと思います。浦名はマジで俺のブラックアイコンだわ。ということで、ここではね、何が起きているかと言いますと、こちらね、浦名圭さんの投稿。よく教科に似ていると言われるけど、これ劇中に登場するキャラクターですね。彼女に似せているわけじゃない。自分の好きな要素を詰め込んだだけ。赤髪はどうしてもやめられないから、一層アフロにしようかな。ということで、こちらがね、この原作者の浦名圭さんなんですが、この赤髪が非常に象徴的なんですね。で、これをね、アフロにしようかなと、一言ね、言ってるわけですが、こんなの日本人にとってみたら、ただの冗談でしょう。何気ない投稿なわけですよ。おそらく何の意味もないわけですね。なんですが、このファンの黒人コミュニティでは、この投稿により、浦名は、ブラックアイコンなんだと、このように言われてるんですね。そしてここすごいですよ。浦名はちょっと肌が白いだけだからと、このようにしてですね、この浦名圭さんというのは、黒人たちの象徴、ブラックコミュニティの一員であるとみなされているわけですね。にもかかわらず、この原作の舞台で、黒人のキャラクターに黒人を使わないのは何事かと、このように攻撃されたというわけです。そしてこちらね、去年の年末ですね、2025年12月27日、この舞台ガチアクタ公式が、日本語と英語でね、このような声明を出すと、舞台ガチアクタの企画における一部表現について、様々なご意見を頂戴しておりますが、本作並びに関係者一同に人種や民族、文化を差別、軽視する意図は一切ございません。そしてね、この下、こちらが大変重要なんですね。本作は原作漫画の世界観を尊重しつつ、舞台表現として再構築したフィクション作品です。
登場人物に関しては原作漫画における国籍や人種の設定の有無を原作者にも確認した上で本作の制作を行っております。登場人物の造形や演出上の表現は特定の人種、民族、文化を模することを目的としたものではなく、世界観に基づく創作表現として構成されています。そしてね、この攻撃はほんとひどいものだったようで、こちらですね。なお、本作に関わるキャスト、スタッフなどの特定の個人に対する誹謗中傷や人格を否定するような言動はお控えくださいと。このような事態に発展しました。そしてね、この E プランは案の定ほとんどね、英語になっています。再評価してくれているのはありがたいけど、たとえ差別の意図がなかったとしても、そう受け取られてしまったのは事実だ。無意識の人種差別であっても、それはやはり人種差別だ。制作チームがその役に黒人の候補者をきちんと検討しなかったことに人々は怒っているんだ。そしてね、その下、ちょっと読みませんが、F ワードでね、これを罵倒していると。人種が重要かどうか作者に確認したと言ってるけど、本当にそれを守ったんですか？人々が怒っているのは2点だ。作者の判断に忠実ではなかったこと。そして黒人キャラクターにブラックフェイスを使ったことだ。黒人俳優が見つからないなら、起用した俳優の自然な肌の色のままにするべきだった。ということで、これに関しましてはですね、原作者の浦名圭さんがインスタでね、この舞台ではブラックフェイスはやめてくださいねと、言っていたようですね。おそらくそのことを言っているんじゃないかなと思いますが、じゃあこれがブラックフェイスに当たるのかというのは、議論の余地があるんじゃないかなと思いますね。プクタには普通に日本人が日焼けした範疇に収まっていると思うので、ただの一般的なメイクなんじゃないかなと思いますが、現状これがブラックフェイスだと言われているということですね。どうでもいいよ。とにかく、いずれ来るであろうアニメの実写化では、黒人キャラクターにはちゃんと黒人俳優を起用してくれ。ワンピースの実写版みたいに西洋の俳優を起用して必要な黒人俳優をちゃんと探してくれということで、なんとですね、今回これね、言ったらグローバルではなくって日本固有のね、ローカルでの舞台ですよ。ここのキャスティングは全て人種を合わせろと、こういった話に今なってしまっているんですね。つまりは劇団四季はもう存在することができないということになりますね。そしてですね、このマフィアたちによる攻撃というのはこれだけではなかったんですね。こちら見えております。タムジーというキャラクターがいるんですが、なんとですね、これ海外では LGBT キャラクターだと言われているんですね。これね、トランスジェンダーだと言われているんです。それがね、まさにこちらにあるんですが、タムジーって実は女の子で、男の体を外角みたいに使って擬態しているんじゃないかと思う人いる。そしてね、私もそう思ってると。そしてこの下すごいですよ。私はタムジーをジェンダーフルイドだと思っていると。これ1年前のところです。ということで、この流れでね、このタムジーというキャラクターはトランスジェンダーであると。こういった話というのが、既成事実化されてしまっているんですね。そしてこれに対してですね、こちら、浦名圭さん、ご本人の X アカウントですね、今年に入りましてですね、こんな発言をするんです。タムジーはトランスジェンダーとか言われとるが、違うと思う。ということで、はっきりこれを否定したんですね。それがね、こちらアニメのニュースアカウントでも伝えられているんですが、ここでね、とんでもない議論というのが始まるわけですよ。そんなことないと思うよって、あんたがこれ書いたんでしょと。これね、何を言ってるかというと、I don't thinkと言っている部分。ここがね、原作者のくせによくわかってないんだなと、このように言われてるわけですよ。皆さんわかりますか？この浦名圭さんというのは日本人です。これ日本語で発信してるんですよ。これね、I don't think っていうのはただの翻訳です。こちらがね、元のポスト。タムジーはトランスジェンダーとか言われとるが違うと思う。これは日本語独特の表現ですね。これ皆さんどう思いますか？これは誰がどう見ても 100% 違うと否定していますよね。日本語喋る方だったら誰でもわかると思います。なんですが、海外勢はね、これを日本語で読むことができません。英語翻訳を読んでるんですね。なんだけど、英語ではですね、I don't think と訳されてしまっているため、なんではっきりノーって言わないの？あなた設定よくわかってないんじゃないの？このように言われてるんですよ。ちょっと信じられないでしょ。これが翻訳ミスなのかはわからないけど、作者が自分のストーリーやキャラクターについて、I think なんて言い方をするのは好きじゃない。自分で世界観とキャラクターを作り上げたんだから、全て把握しているはずでしょ。キャラクター一人一人の行動や思考も全部わかっているべきなんじゃないの？ I don't think って、それはあなたが書いたキャラクターじゃないか。ということでですね、すごいでしょ。現在ね、これで攻撃されているんですね。で、現在ですね、今年のこの騒動を受けまして、過去のこんなポストもね、盛んにリポストされておりまして、ガチャクタの作者、浦名圭は、ジェンダーニュートラルで呼ばれることを望んでおり、それに従ってフランスの出版社、ピカは、匿名性のために男性プロナウンを使用していた。しかし、フランスの漫画ファンが出版社に、女性プロナウンを使うべきだと訂正した。作品そのものから注目をそらさないために、現在はピカと作者の間で女性プロナウンを使うことで合意していると。ということで現在ね、ここではね、ジェンダーニュートラルと言われておりますが、海外ではね、この浦名圭さん、ノンバイナリーだと言われているんですね。それがまさにね、この引用欄にたくさん湧いているんですが、観光客乗りの連中がこの投稿を見て作品に飛びつくんだろうけど、まるで浦名がノンバイナリーで、
バリバリの意識高い系だってことを知らないみたいだな。作者本人が they, them を名乗っていて、めちゃくちゃ目覚めているのに、コメント欄がトランスフォビックになっている。なんでみんな、よっしゃ、トランスのリベラルをやっつけたぞ、みたいなノリになってるの？ウラナは、they, them を使ってるし、レズビアンのキャラクターも描いている。この漫画は、めちゃくちゃウォークなのに。ということで、このね、原作者のウラナさんというのは、ノンバイナリーを自認していて、プロナウンにね、they, them を使っていると。このように言われているんですね。で、先ほども読みました。こちらですね。それっぽいソースも出ているということで、調べてみますとですね、ここ見てください。Google 先生がね、AI による概要ということで、これをね、説明するんですよ。漫画家の浦名圭さんは、自身がノンバイナリー、男性でも女性でもない性自認であることを公表しています。浦名さんは自身のコラムの中で、そもそも私はノンバイナリーを自認していると明確に述べています。幼少期や10代の頃は自身の性のあり方に名前があることも知らなかったため、自分のことをゲイの男の子だと思っていた時期もあったそうです。ということで、Google でこれ検索するとね、本当に AI はこのように概要をまとめるんですね。そしてここにね、リンクが貼られています。つまり、ソースになっているのがこちらの記事になるんですが、これですね。ここね、ちょっと見えにくいですが、クイアな私とドラゴンボールの摩訶不思議アドベンチャー。ここね、中里小鉄さんという方が書いた記事なんですね。そしてここにね、まさにこれが書いてあるんですよ。そもそも私はノンバイナリーを自認している。幼少期や10代の頃は自分の性のあり方に名前があることも知らなかったから、自分のことはゲイの男の子だと思っていた。ということで、じゃあね、この中里小鉄さんっていう方がどういった方なのか、こちらなんですね。編集者、ライター、フォトグラファー、LGBTQ+ 監修ということで、これね、まるで別人の書いた記事なんですね。で、実際ね、本当に浦名圭さんがノンバイナリーなのかというのを、いくら調べても何も出てこないんですよ。そして今回のこの騒動を受けまして、こちらです。浦名圭さんのインスタ。これストーリーズですね。これスクショじゃないですよ。実際のページ開いてます。ここでね、こんなこと言うんですよ。ネット、浦名はノンバイナリーだ。わし、そうなんということで、原作者がですね、ノンバイナリーと言われていることに驚いているということで、先ほどありました。この話あるでしょ。これね、全部嘘だったんですね。つまり今ね、海外のコミュニティでは、このガチアクタに登場するキャラクターの性自認も捏造され、さらにはこの原作者の性自認まで捏造されていると、こういう状況になっているということです。で、今ではこれが既成事実化しておりまして、Google ですら、この人はノンバイナリーであると明言するんですよ。これ恐ろしいでしょ。これにはですね、これをね、すっかり信じ込まされていた海外勢、大変驚いているようで、うわ、これってただの噂だったのかと。ちょっと待って、すごい混乱するんだけど、ここね、えって言ってますね。なんだって？この下もそうです。何と。で、これに関してはね、もうすでにレイットを立っておりまして、誰かが作者はノンバイナリーだというデマを流し始めたんだよな。正直、LGBTQ の人たち自体に何か言いたいわけじゃないし、大多数がこんなんじゃないのも分かっている。でも一部の連中はなぜかガチアクタに無理やり LGBTQ 要素をねじ込みたがっていて、その声がやたらとでかい。しまいには作者について噂を流したりしている。じゃあこちらね、浦名圭さんのこのポストについてコメント、あちら界隈以外の反応を見ていきたいと思います。こちらね、ベース。よく言った。先生、西洋のファンの意見には耳を貸さないでください。彼らは日本の文化を理解しないまま、あなたの作品に介入して変えようとしています。実際のところ X から離れることをお勧めします。あの人たちはウマ娘のキャラクターについても同じようなことを言っていましたし、フリーレンが魔族を倒すからファシストだと叫んでいます。K さん、インターネットをあまり真に受けないでください。どんな時でも応援してくれる人はいますし、何があっても応援しない人もいます。これからもその創造性を追求し続けてください。私たちはいつもあなたを応援しています。ああいう西洋人は無視してください。何でも自分たちの話にして、あらゆるメディアを台無しにしているんです。欧米では政治やジェンダー問題などがストーリーを犠牲にしてまで露骨に押し付けられるという大きな問題があります。同じ人たちがストレートのキャラクターがいるだけで攻撃していることもあります。私はただいいストーリーが読みたいだけです。はい、ということで本日はですね、海外でも非常に人気のあります日本の漫画、ガチアクタが一部のファンから因縁をつけられ攻撃されているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか？いやー、すごいことになってるでしょう。あの界隈というのはですね、何をやろうが因縁をつけてきますし、事実がなくてもね、嘘を流布して、それを既成事実化しようとするんですね。そして、それを信じた別のファンから、また新たな捏造が生まれていくというね、こういった悪循環になってしまっているのも事実なんじゃないかなと思います。実際問題、これは鳥山明さんの件でも同じこと起きましたよね。過去にね、彼が人種差別
越的な発言をしたという捏造されたメディアのスクショを装った画像というのが出回ってるんですね。で、実際ですね、ポポの件でもこの鳥山明さんのことをね、悪く言う人たちというのは存在するんですが、おそらく彼らはですね、この捏造された画像を見て、そのヘイトというのを増幅させてるわけですよ。スイートベイビーインクの従業員もそうだったでしょ。で、こうやってね、浦野さん原作者自身が否定するというのはすごくいいことだと思うんですが、今度はね、その翻訳でまた文句を言われるというね、いやだから本当にね、まともに話ってできないんだなって思いますよね。ただ皆さん、現状ですね、このようなことは日常的に起こっているというのはね、ちょっと分かっておくといいんじゃないかなと思います。これについて皆さんはどのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。